皆さんこんにちは。私の名前は竹森万里。中国を旅している。今回は天津編。いいねとチャンネル登録をよろしく。さて、普通の日本人は天津にどんなイメージを持っているだろうか。この動画では西洋の影響、海賊、つまり中国のムスリム、それから庶民的な市場や煎餅果子、锅貼といったグルメ要素を紹介したい。ちなみに天津飯は出てこない。天津には存在しないから。天津にあるのは今話したものの他に中国の漫才である上生やこのびっくり建築だ。ちなみに天津は中国で自殺率が一番低いらしい。そんなチルな街なのだろうか。それでは今回も気ままな旅をスタートしよう。皆さんこんにちは。今ですね、国慶節の直前です。で、今天津に来ています。昨日の夜ね、天津に着いて、でここのホテルにね着きました。ルジャーっていう、よくあるチェーンのねホテルです。で、それでですね、場所はね、いい場所、観光地ウダータオって言って、で洋風建築、歴史建築が集まっているそういう場所なんですね。そういう場所なんですけど、僕中国来てね、こんな静かな場所初めて見たかもみたいな田舎じゃなくてね、観光地で都会の真ん中でこんな静かな場所を初めて見たって感じ。ちょっとヨーロッパっぽいんですよね。もう建築もヨーロッパっぽいし、雰囲気もね静かでね、すごいヨーロッパにいるみたいな、そんな感じで、もう外からね音とかね全然しないですし、生活のね香りがしないんですよ、ここら辺。レストランとかねそういうのはいろいろあるのはあるんですけど、昨日の夜なんか結構遅く着いたんでね、コンビニとかねそういうとこ入ろうと思って、でも全然ね周りになくって、やっと一軒探し当てたみたいな、そういう感じなんですね。お店がないです、あんまり。ちょっとね今日はあいにく曇りですね。どんよりとした空気です。で、天津別にそんないろいろやることとかね事前に決めてないんですけど、ブラブラね街を、歴史建築がたくさんある街みたいなんで、ブラブラ街をね散策しようと思います。さて、このウダータオというエリアを適当に昨晩見た運動場のあたりまで来たら、馬車に乗れる場所に行き当たった。チケットは基本の料金が80元、約1600円。乗車席の隣は少し高い料金で売られていたが、その値段は忘れた。この馬車に乗ってこのエリアを一周してみよう。どんな光景が見えるだろうか。捷运的法人站所继续扩展旁边有放。右手边的这片区域呢是五大道上的后花园，这个花园早先是英租界的苗圃和。咱们前面还能见到。小队长带的啊，小队长是。続いてやってきたここは陳王府。馬車から見え気になったので入ってみることにした。1922年に建てられた新松の宦官である張蘭德が自ら設計したという私邸である。中国と西洋の折衷様式で3階建ての建物だ。面積は4325平方メートル。
さすが有名な宦官だけあって広く豪華な屋敷である。今このように入場料を取って一般公開されているほか、一部結婚式などの会場として貸し出しもされているようだ。これ幼稚園なんだって。こんな豪華な幼稚園ないよね。ここ見てください。すごい面白い空間ですよね。もうトラックになっててね、走ってる人がいたりして、もうなんて言ったらいいんだろうね。面白いです。皆さんなんとね、チェコ料理店なるものがねあるのを見つけて入ってきました。ここら辺ね、いくつか西洋、やっぱりこういう西洋風のねそういう場所だから西洋料理店がね結構たくさんあって、ここが本店みたいな、ここプラグサンティンっていうんですけど、プラハレストラン、中国にあるそういう、一応チェーンになってるみたいですけど、ここが本店みたいな、そういうことが書かれていました。すいません、ちょっと僕ね今喉あれです。蘇州とね気温がかなりガクッと下がって天津に来て、蘇州も夏真っ盛りみたいな気温だったんですよ。9月の終わりなのでね、もう35度とかね、でここに来て一気に25度とかなって、ちょっともう今風邪ひき始めな感じなんで、ちょっと低調なんですけど、でですね、プラハ、そんな僕旅行中そんなお酒あんまり飲まないんですけど、ちょっとプラハと来たら、チェコと来たらビール頼んじゃいました。ピルスナー、すっごい美味しい。これ実はね、チェコ語をね勉強したことがあって昔ね、はい、なので少し馴染みがあります。チェコというものに行ったことはないんですけどね。これすごくめっちゃうまいわ、本当に。チェコのそのピルスナーの、チェコのビールってねすごい美味しいんですよね。そのすごい美味しいピルスナーの味がする。あれはスープです。何頼んだかっていうと、ちょっと見させてください。捷克不在烤牛肉配捷克饺子スイーチコバで、スイーチコバっていうチェコ語はねスイーチコバ、そういうメインディッシュですね。牛肉のそういうメインディッシュです。それとこのピルスナーと、あとヤブレッチニストルード、ヤブレッチニストルード捷克肉龟苹果卷。ストルーデルってオーストリアとかにもあると思うんですけど、そういう巻いたようなお菓子、そういうパイ生地で巻いた中にリンゴが入ってて、ストルーデル自体は別に中に何が入っててもいいんですけど、中に何かがあんが入ってて、で巻いたそういうパイ生地で巻いたお菓子ですね。その3つ頼んで合計226元、約日本円で約5000円弱、5000円ぐらいかな、来ましたよ。これです。これ見えますか？牛肉のこれ、
おすごい。食べていきますか。すごいホロホロだねこれ。すごい牛肉がホロホロ。でこのソースがですね、なんて言ったらいいんだろう、程よく甘くて、ですごいちょうどいいそういうなんなんでしょうね、もうハーブとかね、そういう香草スパイスが効きすぎないで効いてる。でこういうジャムがねついてますね。ジャムがついてる。いいですね。天津めっちゃいいですねこれ。最高ですこれ。素晴らしい。こうやってチェコ料理食べれて、でヨーロッパみたいな街並みが綺麗にあって、で中国の便利さみたいなのがあるわけですね。やっぱヨーロッパってそんなに結構不便なところがやっぱりあるんで、生活の面でね。中国の方がね、なんだかんだ結構勤勉なんですよね。なのでサービスとかが結構しっかりしてるというか、雑なところはあるんですけど、割と何でも手に入るし、何でもすぐ修理とかね、そういうのも結構早いんですよね。早いんですよ。デザートのねシュトゥルーデルも来ました。リンゴのやつですね。飾りがあって、ラッキーですね。ラッキーっていう書いてくれています。シナモンアップルパイですね。天津のチェコ料理の店、美味しかったです。美味しいビールとチェコ料理を満喫した後は、歩いてこの繁華街へ。繁華街の一本道から向こうに教会が見えた。観光地として開放され賑わっている。中は静寂である。結構真剣な感じで、私は中に入る際に帽子を取るように注意された。私はオランダに住んでいたことがあるが、ここだけ切り取ると西洋にいるような気がした。それからまたもやこの旧市街をひたすらぶらぶら歩く。骨董市や西洋風の彫刻で飾られた橋などの映像がこれから続く。特に話す内容もないのでこれ以上は解説しない。現地にいるような気分でなんとなくご覧いただければ幸いである。こういう光景が気に入ったらいいねとチャンネル登録をよろしく。
这都是我小时候的玩意儿。北一这。小时候喊我站起来。来来，自己拿一个，那大米还放到这儿的。拿着棍儿说才行呢。下了啊！すげえこれ。すごいねこれバームにほわって言ってポップコーンみたいなやつ爆発したよ。我这菜小孩小孩。不要干，不要干。飞机收看15分。鸭21只，鸭腿10块钱俩，八一只，2两鸡21只，半鸭。谁说的？普通のその観光地からはちょっと離れたところにやってまいりました。もうずっと歩いてね、歩いてうろうろしてました。ですね、どこら辺かと言いますとですね、シーマルーとかいうそういう場所あたりですね。モスクとかがねあるあたりでこのお店も親善そのイスラムのねそういうお店です。でなんでここに来たかっていうと天津に行くって言ったらね友人がここを勧めてくれたんでそれでここに来てます。今早速ねやってまいりました料理がね。でかなり多いらしいんで量が多いって聞いてたんで1皿だけでこのチンルンヨロっていうもうズバリもうただ牛肉煮込みっていう潔いものです。でそれとご飯が来ます。ですごい人気店みたいでねもうすごい客がいっぱい入ってます。今日金曜日じゃない土曜日ですね。今日土曜日です。土曜日で客がいっぱい入っています。もうお店の中ねで僕ここ結構一人なんでね奥の席に案内されてちょっと寂しい感じのね席なんですけどもうちょっと中はね明るい活気のある感じです。何も喋ってなかった、何も喋ってないことに気づいたんですけどそれぐらい美味しい。これ確か価格は90元ぐらいです。ちょっと僕の好みからしたらちょっと味濃いめなんですけどでもそれを補ってあまりある美味しさ。すごいもう牛肉だねめっちゃうまいですこれ。めっちゃトロトロ正直そんなにサービスとかはねぶっきらぼうなんですけどちょっと怖いぐらいなんですけどもう完全に味血抜くんでもうそんないろいろ調味料入ってないですね。でわずかに八角はあるけどなんかそういう本当に少しのスパイスだけっていうでめちゃめちゃ柔らかくてトロットロなんですごい何時間も煮込んでるんだと思います。ちなみにメニューはもう写真なし文字だけっていう潔さ。
地下鉄でホテルのあるシャオバイローの駅まで戻った。ここはその名前の立派な建築がランドマークとなっているコンサートホールらしい。ホテルのあるウダーダオは今日も夜は暗く静かだ。おはようございます。多分すごいね、まだ眠そうな顔してると思いますけど、また外にね、やってきました。ここのホテルのあるところですからね、ウダーダオ、そこの。で、トラック競技場ですね。陸上、競技場じゃないか、運動場ですね。みんな走ったりしてます、運動してます、鍛錬しています。今日は日曜日ですね。はい。で、昨日はすごい曇りだったんですけど、今日はね、太陽が出てて、もう太陽出てるとね、全然違いますね、街。すごい綺麗に見えます。で、今日はね、今からツーファンズボーグワンっていうところに行こうと思います。ここから2キロぐらいのところですね、歩いてね、テクテクね、ちょっと散歩しながら行こうと思います。じゃあ早速行っていきましょうか。今着いたんですけどね、すごいですかね。何これっていうですっごい混んでる。朝からめっちゃ人いるよ。まあでもちょっと入っていきましょう。チケットゲットしました。50元。前には人だかりできてたけど、チケットはね全然並ばずに買いました。ご覧のようなね、面白スポットです。写真映えスポット、インスタ映えスポットですね。で、中の展示自体はね、別にそんな大したものはないといったら失礼なんですけど、すごい博物館っていう感じじゃなくて、ちょっとね、中国の古い家具とかね、そういうものが展示されてるっていう感じです。綺麗ですけどね。で、このタイルじゃないか、タイルというか2だから、時期ですよね、陶磁器、そういうのの博物館なわけですけど、中にそういう陶磁器関係が展示されてるんじゃなくて、とにかく外ねデコレーションしまくってるっていう、そういう感じですね。外のこの建物がねすごいです。どうなってんのっていうね。なので50元だからもう約1000円ぐらいですからね、1回ぜひね天津来たら来てみるといいんじゃないでしょうかね。壁のねこういう動物、あそこの竜とかさ、そういうのがね可愛いっす。ここ見えてるけど、こういうやつですね。鶏さんとかね。是中国驻新西兰的外交官，名字叫黄荣良。当时他拯救了很多中国自己的同。ああいうやつですね。鶏さん可愛いっす。天津ってかなりこのシャンションって漫才みたいなやつが盛んみたいなんですけど、で友達がねここ勧めてくれたんですけど、ちょっと閉まってるっぽいですね。今日だから今日は休みってことなのかな、潰れたのかな。
さっきのね博物館の隣にあるここでシャンション聞いてみましょう。40元60元80元の席があって、で60元真ん中ぐらいのやつにしました。まもなく始まりますよ。いやー終わりました。今90分ぐらいだったのかな。10時半ぐらい入って今12時で終わりましたよ。でこういう場所だったんですね。ウハオチュっていうウハオチュ園っていう、そういういくつかねお店がここ以外にもあるみたいです。ここはツーファンズのそういう場所ですね。で中の様子はね動画撮っちゃダメなんで写真だけでねちょっとだけお見せします。で僕ね、外国人なんでそんな分かんないところもね多々あったんですけど、でも結構ね真剣に聞いて最後ら辺がやっぱり大物になってて、最初はちょっとなみたいなところもあったんですけど、だんだん盛り上がっていって面白くなっていくっていう、そういう感じでそういう感じでした。体験してみるとねいいのはいいっていう感じもしますね。あと何を言おうとしたんだろうですね、入った時というかそんなにね客がねいないんで、なのでちょっともっと客がいる時期に来た方が楽しいのかもしれないです。もうそろそろでね、まだ国慶節の休みにね入ってないんで、直前ぐらいなんでね、国慶節に入ったから来た方が楽しいかもしれないけど、混みすぎてると大変でしょう。昼になったらここ空いてたよ。今ちょうどお昼でね昼食いただきましょう。これです。ジェンビンゴーズ、天津といえばねジェンビンゴーズということなんで、すごいです。生地が緑色でねドロッとしてる、その竜道のその緑豆の生地だったね。こんな感じですよ。見えますか、この卵で。美味しそう。普通のやつは10元で肉入りでソーセージ入り、それで15元です。あそこの店でね、この月餅、もうすぐ中秋中秋節ですから買いましたよ。月餅、これも月餅なのかな。月餅、これ1個5元です。これはごまが入ってるやつ。他にもね他の中身とかね本草とかそういうやつがあります。見た感じこのカンドゥっていう店が結構大きくっていろんなお菓子売ってるみたいですね。どんな感じ？雪印パーラーみたいな感じですかね。ちょっと違うか。この建物古いみたいだけど1928年から改装工事で蘇るみたいですね。あれとか昔の銀行、今のスターバックス、ここがねどこですか、スーピンというそういうエリアで一等地みたいなね場所なんですけど、工事そこかしこでね工事してますね。
さてここからはまた昨日みたいに天津の街中をひたすらブラブラ歩こう。昔の郵便局などの歴史建築が見応えがある。それから天津2000と文字盤に書かれた時計はランドマークなのだろう。観光客の写真スポットになっていた。他にも庶民的な市場などの光景が続く。気に入った光景があったらぜひコメント欄で教えてほしい。你还会绕路？我这一头你放这儿得错了吧？这能讲点理吗？哦，你是日本？对对对对对对。豪邸の店見つけたんで入ってみました。すっごい安いですよこれ。上手よ。これで6つで 2.8 元で、あとまだ他にも頼んでます。他のやつちょっとホイシャンシンロホイシャンっていうのを頼んでるんですけど、そっちはもうちょっと時間かかるこんなんでお酢こっちも来ました。ホイシャンシンロホイシャンなんで肉とフェンネルですね。いや美味しい。これすごいがっつりホイシャンフェンネルの味がすごい独特な香りですよね。あれね、独特な香りですっきりする。ちょっとハッカみたいな感じ、ハッカミントみたいな、そのハッカとかミントみたいな同じか、そういう感じもある。そういうフェンネルですね、ハーブ。入り口のところにねスープがあったんでそれも取ってきました。この豪邸ってもう今はもう焼き餃子ですよね。これもう日本の焼き餃子と同じなので、日本人だったらきっと大好きだと思う。ここにニンニク皿があるんで、みんなここ来て取ってくんだよね。可以吧？可以可以可以。那来一个尝尝吧。一个多少钱1块5一个。一块5。这个要豆包要枣的。那红枣的。要枣的。要的。啊，那豆沙的。对，你买完先吃热乎的这个。今どこにいるかというとですね、よくわかんないけど、もうどこ歩いてるんだろうって感じでずっと適当に歩いてて、でちょっと地図みたいなガンスールとかニンシャルガンスールとワンチェンタオっていうその通りがね交差する、そういう地区にいます。ずっとねなんか知らないけど市場があるなと思ってそこ通ってって、でずっとこんな感じでね
賑やかな市場になってます。でちょっと本当はねもう歌をホテルのあるところに戻って西洋料理ね、でもおしゃれな西洋料理でも食べて今回の旅の締めくくりにしようと思ったんですけど、なんかふらふらっとあって、でゴーティエっていうのがねここのね名物美味しいって聞いてたんで、食べるかと思って入って、しかもめっちゃ安かったし、もういくらだったってかその話はもうしたっけ、すごい安かったんですね、とにかくね。なので大満足です。結構すごい庶民的なね、そういう天津の庶民的なねところもしっかり感じることができて、旅の締めくくりでさっきこういうお菓子を買ってね、ケーキとかこのお団子ですね買ったんですけど、見てみますか。こんなんですよ、見えますか。本沢のこういうお菓子ちょっと食べてみよう。おもちもちですよ、これすっごいもちもち。先にチエガを、こっちのあんこのチエガをだけ頼んで、ちょっと一斤いくらみたいな話をしてて、で、ちょっとだけくださいって言って、こんだけで安かったですね。これもねいくらか覚えてないけど4元か、これで4元で、これで1個 1.5 元、すごい安いよ。天津こんな安いんだ。もちもち。お行儀悪いけどこれもここで食べちゃおうか。見えますか、このチエガオです。上にバイタンザラメもかけてくれて、ザラメもかけますかみたいなこと言われて、見えるかどうかわかんないけどザラメもかかっています。すごいシンプルなね小豆と餅のお団子でございます。ということで今回の天津のね、3泊4日の旅かな、これで終わります。というか実質3泊だけです。実質2日ですね。もう1日目はもう10時半とかね、夜結構深くなって、夜中とまだ行かないんですけど、夜深くなって日本語がなんかおかしいそういう時間に着いたんでね、今日で2日目で、明日は近くの町に行きます。もうゴーチンジなんでね、もう始まるんで全然もうチケット取れないんですけど、なんとかそこ取れて場所があって、カンシャンだったっけ、名前忘れましたけど、なんかそこに行きますんで、また次回もよろしくお願いします。遠くから見てね、何この日本っぽい建物と思ったら、本当に日本が建てた建物でした。武道のね、そういう練習場だったみたいですね。最後までお付き合いいただきありがとう。チャンネル登録といいねをよろしく。次回は河北省の唐山という町に行くので、そちらもお楽しみに。